おはようございます。今週も人間をやります。昨日の夜急に涼しくなってエアコンなしで寝ましたね。今もめっちゃ快適。今日は月曜日ということでワンピース読みます。3週連続で読めんのマジで神。ワンピースを読むっていうのは僕の中で最優先事項なんですよ。というのは他のことやっててもワンピースが気になってしょうがないんで、だからもうワンピースは特別です。はい、今から散歩行きたいと思います。もしかしたら短パンやと寒いかもしれん。ちょっと寒いですね。外に出て寒いっていう感覚久しぶりやねんけど、今気温21度しかないんですよ。昨日まで最低気温27度だったんで、いきなり6度も下がったってことなんですよね。今ランニングしてる視聴者の方に声をかけていただきました。いやすごいですね、ランニング。僕は骨折が治ったらランニングじゃなくてスケボーをやります。日光を浴びながら20分ぐらい歩いたとこなんですけど、汗も全くかいてない。快適すぎる。あとは昼間の湿度がどうなるかやな。昼間に蒸し暑かったらまだ夏です。帰ってきました。部屋の中暑っ。やっぱり冷房つけた方が良さそう。外の方が涼しいし。本日1杯目のカフェラテです。てか基本的にカフェラテはもう1日1杯しか飲まないです。でもたまに1日2回飲む時あると思う。というのは牛乳1リットルでカフェラテ8杯分作れるんですよ。だから牛乳1本飲み切るのに8日かかるってことじゃないですか。そうすると賞味期限が切れちゃうんですよね。でも小さい牛乳買ったらいいんか。いやそれやとね、コスパがめっちゃ悪なんねんな。3日に1回ぐらい1日2杯飲む分には全然いいわ。今から90分作業します。で、僕先週は動画3本編集してたんですけど、今週からは1本編集するだけで良くなったんで、さらに自由な時間が増えます。俺のやりたかったことを全部できる。ルフィのギアフィフス状態ですね。今日はささみ焼こうと思います。昨日までウインナー食べてたんですけど、ウインナーって体に良くはないから、で塩コショウかけて焼くだけなんで、筋ちゃんと取ります。筋取ること自体は別にめんどくさくないんですよ。この後に包丁とまな板を洗うのがめんどくさいんですよ。はい、取れました。と塩コショウ。そしたらささみ焼いていきます。鶏もも肉は塩コショウかけて焼くだけでうまいんですけど、ささみはどうなんやろな。やっぱちょっとパサつきがあるからな。でも胸肉よりはうまいと思うんですよ。僕胸肉ねあんま好きじゃないんでね。鶏もも肉は焼くのにちょっと時間かかるのと、油が飛び散りまくるのが嫌なんですよね。うまそう。だから鶏もも肉毎日焼くのはねちょっとめんどくさいんですよ。で昼ご飯はもうとにかく簡単なやつ作りたいから、今回は試しにささみ焼いてみてます。側面があんま火通ってないですね。思ったよりめっちゃうまそうやな。ささみって油ないから全然油出てこないですね。鶏もも肉やったら油出まくって弾け飛びまくるからな。昼ご飯です。味噌汁は昨日作ったやつですね。ささみ食べてみます。うまっ。噛んだ瞬間うますぎてびっくりした。思ったよりめっちゃ柔らかいわ。ささみってそもそも柔らかいんか。味噌汁の具材はもやしと豆腐ですね。これで十分やわ。マジでうまい味噌汁。目を休めて回復しました。今から1時間ポケモン見ます。ポケモン見てからちょっと休憩してました。次は英単語の勉強します。はい、今日の勉強終わりました。今からスーパー行きます。全く蒸し暑くないです。秋が来ましたね。これはよっしゃ、豚肉割引なってる。いや気候がめちゃくちゃ良くなってますね。もうドア開けた瞬間の空気のムワッと感が全くないし、影入ってたら風がめっちゃ気持ちいい。夏の地中海性気候みたいや。明日以降も最低気温ずっと25度以下なんで、もう暑くなることなさそうですね。日光に当たるとさすがに暑いけど。味噌汁作ります。味噌汁の具材は豆腐ともやしが一番作るの楽やわ。豆腐切るだけやからな。はい OK。 もうあとは鍋に入れるだけ。これで5分ぐらい煮込んで味噌溶いて終わりですからね。味噌がもうなくなる。作るの一番おすすめな料理味噌汁かもしれん。味噌汁があればあと卵かけご飯でもう満足できますよ。味噌汁がうますぎて。でインスタントの味噌汁と違って具材がしっかり入ってるから結構お腹も満たされるんですよ。
味噌汁なんて10分以内で作れますからね。今日は生姜焼き作ります。忘れてた。片栗粉なしでも別にいけるけどな。はい、下焼いていきます。こういったろ。うわー、なんか油すごない？これロースやんな。ミスった。玉ねぎにタレが絡まへん。大丈夫やな。玉ねぎにも色ついてきたわ。晩ご飯完成しました。これ肉があんまり美味しくなさそう。油多すぎ。でも思ったほどやわ。でも生姜焼きは僕分厚い肉よりもう薄くて小さい肉の方が好きなんですよね。なんかあっちの方が食べやすいし、で味もすぐ染み込むじゃないですか、小さいから。味はうまいです。今日も冷房つけずに窓開けて寝ます。でカーテン閉めると暑いんでカーテン開けっぱなしで寝るんですけど、そうするとね夜でも明るいんですよね。だからアイマスクつけて寝ます。もうちょい涼しくないと窓閉めて寝んの無理やな。おはようございます。外はまだ結構暗いですね。外だいぶ明るくなってきたんで散歩行きたいと思います。ちょっと寒いんで早歩きしてます。雲の隙間から出てる太陽光が神々しすぎる。神の気候到来しましたね。気持ちよすぎる。でも昼間に散歩するのは多分11月に入ってからかな。まだ日中は太陽光が暑すぎると思うんで、太陽が雲に隠れてるから全く汗かかんかったわ。でも帰ったらシャワー浴びます。暑っ。これ部屋の中が暑いっていうより僕の体温が上がってるだけやな。でも昼間は冷房つけた方が良さそう。いやでもやっぱり部屋の中暑いわ。昨日もそうやったんですけど、帰ってきた瞬間汗が吹き出てくる。カフェラテ作ります。はい、完成。すがすがしい朝ですね。この時間はねほんまに静かでめっちゃいいんですよね。髪乾かしてあとはバームつけるだけです。僕の髪の毛やとヘアアイロンマジでいらんかったな。セットがよっぽどうまくない限り変に手加えん方がいいんですよね。全体になじませるだけ。マジでこの髪型楽。この髪型オールバックみたいな感じのもできるんですよ。この髪型切ってもらう時ラッパーのパンピーの写真見せましたね。メガネにこういうオールバックってかっこよくないですか？七三かな。この刈り上げの部分がもうちょい伸びた方がいい感じになるかも。うざいタイムライン抜け出してさ、世界にもし僕ら2人なら。でこの生え際に色つけんの結構慣れたかも。割と自然につけれるようになった。適当にポンポンってやったらめっちゃ馴染む。で塗りすぎたところはこうやって指で触るとなんか馴染むんですよね。そうするとこういう髪型もできるようになりますと。そしたら今から90分作業していきたいと思います。オートミールがなくなってるということに今気づきました。これ何グラムあんねやろ。オートミールたったの6グラムしかなかったです。いつもの5分の1か。昼ご飯です。オートミールに納豆入れるんじゃなくてもう納豆にオートミール入れたったわ。でケチャップもなくなりましたね。今日はオートミールがめっちゃ少ない代わりに味噌汁多めです。夜ご飯に味噌汁2杯飲むことが多いんですけど、昨日は1杯しか飲まなかったんですよ。だから今日は多めですね。ささみ食べて思ったんですけど、鶏胸肉の焼き鳥とめっちゃ似てるわ。僕多分目つぶって食べたら違い分かんないと思います。ほぼ一緒。ほぼ一緒やな。荷物が届いてました。はあ、いいね。はい、こちらアメリカバージニア州のダウントゥーナッシングっていうバンドの T シャツです。アメリカから久しぶりにバンド T シャツ輸入しましたね。履歴見たら7年ぶりでした。もうスケボーするときはバンド T シャツ着てやろうかなと思ってて、もうライブにも着ていくわこれで。僕がスケボーやってみたかった理由は音楽の影響なんですよ。僕ストリート系の音楽っていうのをよく聞いてて、ストリート系って言ってもいっぱいあるから、ヒップホップとか、ヒップホップは僕全然聞かないんですけど、ハードコアとかメロディックハードコアとか、そういうジャンルっていうのはスケートボードの歌とかめっちゃ出てくるんですよ。スケート話題っていう曲があったりとか、夏はスケボ
高に最高の季節だ、うまいか下手なんて関係ねえみたいな昔バンド T シャツはねやっぱりいっぱい持ってたんですけど、もう全部手放して1枚も持ってなかったんですよ。でもバンド T シャツは僕の中でもう3枚しか持たないことにします。だっていっぱい持っててもどうせ同じやつしか着いひんもん。であとはあれやな、だからご当地 T シャツで、僕旅先でご当地 T シャツ買うの好きなんですけど、ご当地 T シャツもボロボロのやつ捨てるかも。ご当地 T シャツはもう生地とかもかなりしょぼいんで、もう洗濯しまくってるからボロボロなんですよ。ちょうど僕は明日カリフォルニアのノープレッシャーっていうバンドとニューヨークのレギュレートっていうバンドのライブに行くんで T シャツ着ていきたいと思います。でも実は今日もライブあって正直まだ行くか悩んでる。いやというのは場所が難波なんで、ライブ終わって帰ってきたらもう時間が11時半とかになっちゃうんですよ。それが2日連続は結構きついなと思って、さあ今日もポケモン見ていきたいと思います。今から休憩挟みつつ4時20分まで英単語の勉強します。今日ライブ行くことにしたんでチケット買いました。明日明後日寝不足確定です。てかもう今の時点ですでに眠たい。ライブ前に晩ご飯食べよう。はい、バンド T シャツに着替えました。2日連続でこれ着ていくわ。もう久しぶりにラインソックス履いたけどやっぱいいな。僕バンズ履く時って短い靴下履きたくないんですよ。履いてたこともあるんですけど、短い靴下履くとね靴ずれするんですよね。だから短パンの時でもバンズ履けるようにラインソックスに買い替えよう。今までこのユニクロの白靴下を履いてたんですけど、僕昔からずっと白靴下しか履いてないんですよ。で昔もラインソックス履いてた名残で今も白い靴下履いてるんですよ。ラインソックスって基本白なんで、僕黒い靴下ってスーツ着る時しか履いたことないんですよ。やっぱ白が好きなんですよね。気候がめちゃくちゃいい。難波着きました。もう真っ暗ですね。ご飯何食べよっかな。松屋行きます。ネギ塩豚カルビ丼めっちゃ好きなんですよね。久しぶりに食べるか。うまかったです。というわけでライブハウス向かいます。一生外降りたいレベルで気候がいいわ。明日のライブ会場はここで、今日のライブ会場はここです。隣っていうね。一旦外に出て休憩します。ノープレッシャーの出番が9時10分かららしいんで、それぐらいの時間になったら戻ります。もうずっとライブハウスの中おんのはしんどい。気候が良すぎるんで外で座って読書でもします。Osaka's awesome, yo. We love playing Japan, but we most especially love playing Osaka. Yeah, that's it. Yeah, what are you doing tomorrow night? I swear to God, so let's fucking do it again. We're gonna do it again. 来月私の誕生日です。新しい服が欲しいです。ありがとうございます。ライブ終わりました。帰ります。思ったより早く帰ってこれました。冷房つけてんのに部屋の中暑っ。消そう。窓開けよう。おはようございます。今日はちょっと遅めの起床です。それでも6時半に起きれたんで全然 OK ですね。なんとか6時間以上は寝れました。今から作業したいと思います。机の上に無駄なものが一切なくてめっちゃ気持ちいい。オートミール届きました。てか昨日寝るの遅かったんで今日マジで眠たい。今日は午前中の作業も普段より集中できなかったです。やっぱり寝不足やとね目がめっちゃ乾く。今日はスーパーに食材買いに行ってから味噌汁も作ってたんで昼ご飯ちょっと遅くなりました。昼ご飯も毎日これでいいわ。簡単やしうまいし。今日は昼寝ちょっと長めで30分寝ます。今日は2杯目のカフェラテいっちゃいます。
でポケモン見る前に英単語帳先やります。昼寝したおかげでかなり回復しましたね。今日もライブ行くからそれまでにやることやって気持ちよく行こう。しゃー、今日もやりきった。あとはライブ行くだけです。で今日のライブは正直昨日よりめちゃくちゃ楽しみです。というのはノープレッシャーとレギュレート以外に好きなバンドが出るからなんですよ。ナンバーナインっていう大阪のハードコアバンドでめちゃくちゃ好きなんですけど、久しぶりにライブ見れるんですよ。だから今日見たいバンド3バンドも見れますね。めっちゃお得。開いてるね。晩ご飯作りました。食べてからナンバ行きます。いや今日のライブマジでクソ楽しみ。包帯ちゃんと巻いとかないと。昨日も結構やばかったからな。右手だけは死守しないと。あとメガネがね地味に邪魔なんですよ。昨日もメガネ吹っ飛んでいったんで、メガネによってライブ中の動きがかなり制限かかります。てかライブ前にご飯作って食べてから行ってるやつ多分僕しかおらんと思う。基本的にはライブ終わってから食べるんで、僕も昔はそうやったし、でもそれやと帰るん遅なるから。はい、というわけで今から難波に向かいたいと思います。難波着きました。ライブハウス向かいます。ライブ終わりました。今日のライブめちゃくちゃ良かったです。おかげで今全く眠くないわ。帰ってきました。味噌汁だけ飲みます。ライブ楽しかったんですけど、数ヶ月に1回でいいかなって感じです。なんていうんかな、ライブっていうもの自体が自分の人生の中で不可欠なものじゃなくなりましたね。音楽を聴くっていうこと自体は必要なんですけど、なんでかわからんけどライブはそうじゃなくなってしまったな。でもライブに行き続けてる人自体僕 10% ぐらいしかおらんと思ってて、というのはやっぱりもうライブに行っても友達とか全くいないんですよ。それはみんなライブに行かなくなった事情っていうのはあると思うんですけど、仕事が忙しくなったりとか、結婚して子供ができてとか、人それぞれあると思ってて、でライブに行ってもう喋る人も誰もいないっていうのはやっぱ結構居心地悪いなって感じますね。もちろんでかいバンドのライブとかやったら人も多いんでそういうのはあんま気にならないと思うんですけど、やっぱ小さいライブハウスだとまた全然違うんですよね。あとはシンプルに体力の衰え。今この家に住んでから初めて G が出ました。これで瞬殺しましたけどね、クソでかくてキモかった。おはようございます。さあ今日からはねまたいつも通りの日々を送っていきます。牛乳切らしてたんでセブンイレブンに買いに行ったんですけど、風がめちゃくちゃ気持ちよかった。こっから2ヶ月間ぐらいは気候がめちゃくちゃいいんで最高ですね。てか12月も別にそんな寒くないしな。てか僕もう冬そんな辛くないんですよ。というのは冬何が辛かったかっていうと、寒い時間帯に仕事行かなあかんかったっていうのと、で帰る時も寒い時間帯に帰らないといけないわけじゃないですか。でも今やったら冬は昼間のあったかい時間帯にしか外出ないんで全然辛くないんですよね。昼間やったら基本的に気温も10度超えるし、しかも太陽光もあるんで夜と比べると体感温度10度ぐらい違うと思うんですよ。それがかなりでかいな。日本の気候が一年中春とか秋みたいな感じやったらいいのに。でも僕それやったら多分全く海外行かんと思うわ。で僕はいい気候を求めて海外に行ってる感じなんで、だから日本が春と秋の時って僕全く海外行こうと思わないんですよ。4月5月10月11月この4ヶ月は絶対に日本におると思う。よっぽどのことがない限り。でもあれやな、旅もそのうち行かんくなんのかなって昨日ふと思いましたね。ライブみたいな感じで。そしたら作業やっていくか。今日は昨日と比べるとめちゃくちゃ元気やわ。昼ご飯です。ポケモン見ながら食べます。今日も英単語の勉強していきます。この本やっと終わりが見えてきたな。はい、今から30分ぐらい散歩行きたいと思います。もう朝じゃなくて夕方に散歩するのでも全然いいな。
というわけで今日はね安定のステーキ焼いていきます。週1回は牛肉食べるようにしてるんですよ。睡眠削ることはめったにないんですけど2日連続で削っちゃいましたね。でも2日だけやから OK としよう。もうそれよりもまた起きんのが遅くなる方が嫌なんですよ。僕正直イレギュラーな日より普通の日をよりよく過ごすことの方が楽しく感じますね。てかそっちの方がいいよな基本的に。だってほとんどの日が普通の日やねんから。待てど暮らせど僕の日常は変わらないままで、そりゃそうか変えようとしてないもんな。晩ご飯完成しました。ちょっと遅くなっちゃいました。おはようございます。めっちゃ寝た。やっぱり夕方に散歩するより朝にする方が精神整う気がするな。というわけで今から作業していきたいと思います。卵ない、牛乳ももうない、あともやしと豆腐もない。スーパー行きます。昼ご飯です。てかささみがね思った以上にめちゃくちゃうまい。塩加減が最高です。でささみに塩コショウかけてるんで卵には塩入れんくなりました。さすがに過剰摂取かなと思って。ただ塩っていうのは適量は取った方がいいんですよね。塩って体に悪いイメージある人もいるかもしれないんですけど、塩って一言に言っても生成塩と天然塩っていうのがあって、確かにこの生成塩は取らない方がいいんですよ。ミネラルが入ってないんで。だから血圧が上がりやすくなったりとかするんですよ。でも天然塩っていうのはミネラルが豊富で、これはむしろ適量取らないといけないんですよね。ミネラルって自分の体内で作ることができないんで、よくお年寄りで塩分取らないようにしてるっていう人たまにいるじゃないですか。これねやめた方がいいんですよね。よく寝てる時に足がつるっていう人とかいるんですよ。でそれってもう完全にミネラルが不足しちゃってるんですよね。だから天然塩は適量は取った方がいいですね。きたー。こちらポケモンのフィギュアですね。はい、こんな感じですね。やばこれサーフ号っていうポケモンなんですけど、こうやってサーフィンしながら移動するんですよね。このフィギュア先週ポケモンセンターで見つけて、ほんまは別に買おうと思ってたやつあったんですけど、それをやめてこっちにしました。いやこれねめちゃくちゃ好きやわ。ちなみにパソコンにもステッカー貼ってます。 Y axis slope intercept straight line X axis triangle cube circle acute angle。3ヶ月ぐらい前から目薬切らしてるんで眼科にもらいに行きたいと思います。眼科で目薬5本ゲットしました。いつも2本しかくれなかったんですよね。今日は久しぶりにカオマンガイ作ります。でも鶏肉とニンニクは切ってあります。ニンニク炒めていきます。生姜くそ油飛ぶやん。なんで。うわっちまさかこんな油飛ぶと思わんかったわ。いやもう今日金曜日か。めっちゃ早いな。あっという間に1週間終わりや。あっという間に今年も終わるんやろな。あと3ヶ月か。やっばめっちゃいい匂い。このね油が絡んだ米がクソうまいわけよ。カオマンガイの米はこうじゃないとね。こんな小さい炊飯器でも鶏肉1枚が入っちゃうんですね。しかもこれちゃんと米炊けるから。そしたら炊きます。米炊けました。オープン。うえーいい感じ。晩ご飯がいつもよりめっちゃ遅くなってしまった。タレかけていきます。クオリティ高すぎやろ。でここに山盛りのパクチー乗せます。はい完成しました。カオマンガイうまそう。というわけでいただきます。くっそうまいです。やっぱカオマンガイうますぎるわ。ガーリックライスとどっちがうまいか。正直ねガーリックライスは牛肉の質によるんですよ。でも別にカオマンガイは鶏肉に左右されないんで、そう考えるとカオマンガイの方がうまいかな。来年の1月か2月タイ行こうかな。でも観光とかはほぼせずにルーティンの生活がしたい。
今気温25度あるけど暑くはないですね。ちょうどいい。土曜日なんですでに人いっぱいいますね。今から90分作業していきます。やらかした。蓋間違えちゃった。胡椒の蓋を間違えて塩に蓋しちゃいましたね。しかもめっちゃ綺麗にスポッてはまって抜けないです。どうすんねんこれ。ちょっと待って、蓋外したんですけど内側から押し出すっていうこともできないですね。だる、なんでこんな綺麗にはまんねんちょっと待って、おい困ったね。ポンポン叩いてたら取れました。よかった。昼ご飯です。今日もやりきった。てか先週のことなんですけど、欲しいものリストから Amazon のギフトカードを送っていただきました。ありがとうございます。で、最近はあんまり紹介してなかったんですけど、送っていただいたメッセージは全部読んで保管してます。これって僕と送ってくれた人だけが関係あることなんで、動画の内容を考えるとあんまり動画で紹介するのも微妙かなと思ってたんですよ。まあでもやっぱり送っていただいたからには紹介したいなと思ってるんで、短くはなるんですけど今後は紹介しようかなと思ってます。送っていただいた人たち本当にありがとうございます。で、この際に喋っておこうと思うんですけど、欲しいものリストを見てなぜか怒る人いるじゃないですか。僕ほんまに意味わからんくて、でそういう人にじゃあスーパーチャットは良くて欲しいものリストがダメな理由は何ですかって質問しても多分答えれないと思うんですよ。ただの感情でしかないと思います。欲しいものリストはなんか気に食わないんですよねみたいな。でもスーパーチャットと欲しいものリストって元をたどるとこれ一緒なんですよ。多分こいつの動画おもろいとかこいつを応援したいとか何かしらそういう気持ちがあるからスーパーチャットすると思うんですよ。じゃあ欲しいものリストは一緒に決まってるじゃないですか。何の感情もないのに送らないですよ。で最終的に届くものの形が違うだけなんですよ。スーパーチャットっていうのは直接お金をもらうわけですよね。で欲しいものリストは物になるわけなんですけど、じゃあみんな何のためにお金稼いでますか？基本的に生活するため、食べるためじゃないですか。でその手に入れたお金っていうのは、何に使うかっていうと食費だったりとか家賃だったりとか生活するために使うわけですよね。で僕欲しいものリストを作った時から決めてることがあって、僕の欲しいものリストって食べ物と消耗品しか入ってないんですよ。あとギフト券、その自分の物欲を満たすためのものとかっていうのは全く入れてないんですね。なんでかっていうとそれ別に生きるのに必要ないからなんですよ。だからそういうのは送ってもらうんじゃなくて自分で買います。結局スーパーチャットをしてもらってもまず何に使うかっていうとやっぱり生活費で食べ物とか消耗品に使うからなんですよ。じゃあお金もらうんじゃなくて直接食べ物もらうのも一緒じゃないですかっていうことなんですよ。話が長くなるから僕あんまりこういう話ってしないんですけど、でもスーパーチャットと欲しいものリストはほぼ一緒っていうことです。もう何やったらスーパーチャットなんて YouTube に 40% 持っていかれますからね。そんな感じです。別にこれに限った話じゃないんですけど、なんでそれが成立してんのかとかなんでそれが起こってんのかっていうのは考えた方がいいと思うんですよね。昔はお金っていうものも存在してなかったわけですよ。今日はお気に入りの店にカレーうどん食べに行きたいと思います。風がめっちゃ涼しい。この店ですね。はい、というわけでそろそろ終わりたいと思います。今週ようやく涼しくなってきたかなと思ったんですけど、まだまだ30度超える日が続くみたいです。で去年の10月の気温見てみたんですけどめっちゃ低いですね。一番気温が高い日でも27度なんですよ。30度超えてる日なんか1回もない。そう考えると今年かなり暑いですね。まだ T シャツ短パンで余裕やもんな。でも蒸し暑さはだいぶ落ち着いたかなと思うんで、外にはかなり出やすくなるんじゃないかなと思います。これからの時期はね、もう休みの日とかもう外で過ごすのめちゃくちゃいいと思います。今年も残りあと3ヶ月、もう時間無駄にせずに過ごしていきたいと思います。そういう感じでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。